皆さんこんにちは。こんにちは。TLS の渋谷です。 TLS クラスルームシーズン1エピソード9やっていきましょう。イエーイ。で、今日も一緒に勉強するメンバーはこの皆さんです。しゅんです。シルビアです。キムです。今日のレッスンスタート。今日のレッスンスタート。イエーイ。今日はいつもと違うスタイルでこうやって座って話をしていきましょう。で、皆さんは試験は好きですか？好きじゃない。嫌いじゃないです。おお。キムさんはどんなところが？達成感があるから。確かにそうですよね。試験やると達成感って結構ありますよね。読解とか聴解とか文法だったらどれが一番好きですか？私は聴解が一番好きです。私は読解が大好き。私は読解が大嫌いです。みんなってその JLPT 日本語能力試験の時になんか自分が使ってるテクニックとかストラテジーとかってありますか？私は最初は問題に答えを書いて後でマークシートに見ます。なるほど。それ学校の試験の時にもやってる人たくさんいますよね。でも急いで答え書いた時に順番間違えてることってないの？ありました。悲しかった。そうなんですよ。そのやり方だとそこがちょっと危ないですね。シルビアさんは？私は難しいものをスキップで分かるものからやります。それって実はすごい高い、テクニックで、これが分かる問題、これが分からない問題っていうのを分けるっていうのはすごく、難しいテクニックだと思います。でも分かる問題、分からない問題、間違えてたことってない？分かると思ってたけどやってみると難しいのがあります。そうですよね。それで全部もう分かる分からない分けれたら多分その問題はもう難しくないかもしれないですね。キムさんは？私はちょっと緊張するので前の日にちょっとゆっくり寝ます。それもすごくいいと思います。で JLPT の会場ってやっぱいろんなところにあるんですよ。なので家から遠かった時はやっぱり朝早く起きないといけないので、それもすごく大事だと思います。あとは事前に会場に行って場所を見ておくっていうのも大切かもしれませんね。先生、他にどんなことがありますか？そうですね。試験では皆さん、満点を取りたいと思うんですけど、私 60% ぐらいでいいような気がします。どういう意味ですか？さっきのシルビアさんの意見にも近いんだけど、できる問題に時間をかけてできない問題は、考えなくていいんじゃないかなって思います。時間を使わないんですか？だって時間の無駄じゃないですか。わからない問題頑張って考えても、その時はラッキーナンバーを書いちゃえばどうでしょうか？超適当ですよ。それからね、その練習の時にもやってもらってると思うんですけど、問題って大体4択ですよね。もしくは3択ですよね。でその中から1つラッキーナンバーを選ぶと確率は4分の1になってしまいますね。なのでその時はこの問題これは違うって思う答えを1つ取って3つの中からラッキーナンバーを選ぶようにしましょう。そしたら、25% の確率から33% の確率にアップします。その方がいいと思います。やっぱり分からない問題に、時間はかけなくていいと思います。皆さんいつも時間がない時間がないって言うじゃないですか。そうです。なので、まずは 60% ができるようになるっていうことを目標にしていきましょう。でやっぱり満点を取るっていうのは苦しいですよ。私は 100% は無理です。それが聴解の時はラッキーナンバーにします。
本当にそれがいいと思います。聴解なんて1回聞いたらもうその後2回目流れないですから、それで悩んでもしょうがないですよ。なのでそれでラッキーナンバー選んでもう次の問題にすぐ集中する、それが大切だと思います。先生、他にありますか？そうですね、JLPT ってやっぱ時間すごく長いですよね。なので試験と試験の間に自分たちのここのブレインに栄養を送るっていうのはすごく大事だと思います。なので飴とかを舐めたりするのがいいかもしれないですね。軽く栄養補給する。だからサンドイッチとかはやめた方がいいですよ。はい、わかりました。で今日は、JLPT の、そのポイントについて話しました。先生、日本語のことは何も言いませんじゃん。うん、そうでも今日はこの JLPT とかの勉強も大事なんだけど、こういう準備の話っていうのもやっぱ大事だと思います。でも日本語も PLS クラスルーム、またねまとめるよ。JLPT の勉強ももちろん大切なんですが、 JLPT の準備も、すごく大切になると思います。で例えば、すごく騒音がするときに、これだとリスニングが聞こえないなというふうに思ったら、事前に先生に伝えておくということも大切ですね。そして会場はエアコンを自分で調整することができません。なので服を脱いだり着たりできるような格好で行って自分で調整をしてください。皆さん頑張ってください。またね。